おはようございます。ケンです。今日は今週1週間のテスラのニュースを振り返っていきます。今週はテスラ株、欧州の販売、FSD、ロボタクシー、スペース X などかなり多くの話題がありました。ただ、全部を細かく話すと長くなりますので、今日は本当に重要だったポイントを3つに絞って整理をしていきたいと思います。1つ目は、テスラ株が440ドル付近を守り、441ドル台まで上昇したこと。2つ目は、FST がカナダの横断6051キロを完走したこと。3つ目は、ロボタクシーがテキサス州で前進した一方で、まだ42台という現実も見えたことです。今週のテスラを一言で言うならば、期待が少しずつ現実に近づき始めた週、ただしまだ確認すべき課題も多い週、このように見えてきます。まずはテスラ株です。今週のテスラ株は400ドル付近まで押した後、そこから再び反発しました。一時は426ドル、430ドル台、そして441ドル台まで上昇しています。ここで大事なのは400ドルを守れたということになります。これまで400ドルは上値の壁でした。そしてその400ドルを突破した後、今度は400ドル付近で買いが入った。つまり400ドルが抵抗線からサポートに変わり始めているということになります。これはポジティブです。ただし、まだ完全な強気な再開というふうには言えません。なぜなら、440ドルから450ドル付近には前回も止められた上値の抵抗が残っているからです。来週以降は、この440から450ドル、そして450ドルを明確に突破できるのか、ここが重要になってきます。では、なぜテスラ株はここまで買われたのか。大きな理由の一つは欧州の販売の回復です。去年からテスラは欧州で販売の減速や競争の激化が意識されていました。しかし今回の4月の欧州の販売データでは登録台数が大きく回復しました。市場はここに反応しています。つまりテスラの需要は底を打ったのではないかっていう期待が出始めたわけです。ただしここも冷静に見る必要があります。1ヶ月の数字だけで完全復活とは言えません。5月、6月も販売の回復が続くのか、販売台数を伸ばしながら利益率を維持できるのか、ここを確認する必要があります。今週の株価上昇はポジティブではありますが、まだ答え合わせはこれからです。次に FSD です。今週 FSD のバージョン 14.3.3 を使ったカナダ横断ドライブが完了したと報じられました。バンクーバーからハイフィリックスまで距離は6051キロ、約5日間の走行で人間の介入なしで完走したとされています。これはかなり大きな実績です。6000キロを超える長距離を走り切ったというのは FSD の進化を示す大きな材料です。ただし、ここで FSD はもう完成したと見るのは早いと思います。長距離を走れることと都市部で完全無人のロボタクシーとして安定運用できることは別の課題です。都市部では歩行者、自転車、工事、緊急車両、交通整備員など複雑な判断が必要になります。なので今回のニュースは FST 完成の証拠っていうよりは FST が着実に進化していることを示す大きな実装工データ、このように見るのがいいと思います。さらにヨーロッパでも FST に動きがありました。エストニアで監視付きの FST が承認され、展開開始が近いと報じられています。これまでオランダ、リトアニアでも承認の流れがあり、そこにエストニアも加わった形です。ヨーロッパは自動運転に対する規制が厳しい地域です。そのため一気に広がるというよりは、国ごとに少しずつ進んでいます。オーナーにとっては自分の地域でいつ FST が使えるようになるのか、投資家にとっては FST がアメリカ以外でも広がっていくのか、ここが注目ポイントになります。そして今週一番大きなテーマがロボタクシーです。テスラがテキサス州で商業用ロボタクシー運用に向けた認可を取得したと報じられました。テスラロボタクシー LLC として登録され、レベル4の自動運転車の運用者として認められた形です。これは事業化に向けた重要な一歩です。ロボタクシーはこれまで期待や構想として語られることが多かったテーマです。でも今回は実際に
登録、認可、運用準備という段階に入ってきています。ここはかなりポジティブです。ただし、冷静に見るべき数字もあります。登録車両は42台です。一方で、競合のウェイモはテキサス州で577台とされています。つまり、現時点の運用規模では、ウェイモがかなり先行しています。もちろん、テスラにはウェイモとは違う強みがあります。既存のモデル Y を使えること、車両を大量生産できること、ソフトウェアアップデートで機能を広げられること、この3つは大きな武器です。ただ、今の段階では、テスラは認可を取ったことよりも、これから台数を増やせるのか、これを見られる段階です。42台が100台になるのか、500台になるのか、1000台になるのか、そして安全に運用できるのか、ここが次の焦点になります。今週のロボタクシーのニュースを一言で言うならば、ロボタクシーは前進しました。でも、まだ42台です。このバランスで見ることが大事だと思います。では、今週のテスラのニュースまとめていきます。今週はテスラ株が400ドル付近を守り、441ドル台まで上昇しました。最終的に430台半ばで終えています。欧州の販売の回復もあり、市場心理はかなり改善しています。ただし、450ドルの突破はまだ確認できていません。FST はカナダの横断6051キロを完走しました。これは FST の進化を示す大きな実走行データです。さらにエストニアの承認もあり、ヨーロッパでも少しずつ動きが出ています。そしてロボタクシーではテキサス州で商業運用に向けた認可が確認されました。ただし登録車両は42台、ウェイモは577台。この差をどう埋めるのかっていうのが今後の大きな焦点になってくるんじゃないかと思います。ということで、今週のテスラを一言でまとめるならば、期待が現実に近づき始めた週、でも現実の数字も見なければいけない週、このように感じています。テスラは確実に前進しています。株価も反応しています。FST も進化しています。ロボタクシーも商業運用への入り口に入りました。ただし、まだ勝負はここからです。来週は450ドルを突破できるのか、欧州販売の回復は続くのか、ロボタクシーは42台から拡大できるのか、このあたりを冷静に見ていきたいと思います。はい、ということで本日の内容は以上です。今回の動画が参考になったと思われたら、高評価をよろしくお願いします。僕の YouTube は毎日発信しています。僕の YouTube をご覧になってもらえば、テスラの情報はほとんど網羅すると思いますので、チャンネル登録がまだな方は、チャンネル登録の方をよろしくお願いいたします。では、今日もご視聴していただきありがとうございます。テスラのある生活を楽しんでいきましょう。ではまた。追伸です。本日は日曜日ですので、テスラのアンケートの結果を見ていきたいと思います。先週の結果ですが、テスラ株は先週末は 426.01 ドルで、今週末が 435.79 ドルということで、正解は上がるが正解となっております。では、アンケートの結果を見ていきましょう。今回は471票いただいております。ありがとうございます。結果ですが、上がると答えられた方が一番多くて 77% です。では次にコメントをしてくれた方の結果を見ていきたいと思います。コメントですが、7名の方が正解です。そして連続正解ですが、現在2週連続正解の方が5名となっております。このアンケートですが、4週連続正解された方に、今は社内で使えるカークリーナーをプレゼントしております。ぜひ皆さん参加されてみてください。そしてこちらのアンケートですが、趣旨として2つあります。まずは株式投資の難しさ、これを実感してもらうということです。株式投資は株価予想などいろいろとあると思いますが、実際に毎週やることでその難しさがわかると思います。そして株式投資で上がるのか下がるのか、それがわかる人なんていないっていうことも実感ベースでわかると思います。しかし、毎週行い、自分はこういった理由から上がると思う、下がると思うと、毎週考えることで、自分の中の分析力も上がると思います。僕の YouTube では、テスラ株投資をされている方も非常に多く視聴されていて、投資をする際には何かしらの根拠や分析を持って投資をすると思います。その時に毎週自分なりの分析をすることは役立つと思います。ぜひ僕の YouTube を通じて毎週このアンケートは行っていますので、分析力アップ、そして他の方のコメントもぜひご覧になってみてください。そうすることでそういった視点もあるのかと勉強になると思います。そしてコメントを通じて参考になるコメントがあったら、いいねボタンを押してあげたり、コメントに返信されたりされてください。そしてコメント欄を通じてご自身
の株式投資の勉強の場として活用してもらえればと思います。ということで、本日もアンケートしますので、ぜひゲーム感覚でも大丈夫ですので参加されてください。きっとご自身のレベルアップにもつながると思います。締め切りは明日までです。はい。ということで本日も最後までご視聴していただきありがとうございます。素敵な一日をお過ごしください。ではまた。